カラフルタウン廿日市。はい、始まりました。この番組は日本一の移民の街から日本一の共生の街へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エイジアンと廿日市市国際交流協会外国人相談センターの運営でお送りいたします。お相手はエイジアンの栗林克之と私多言語相談員ハグマです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは皆さん改めましてこんにちは。カラフルタウン廿日市、今回で53回目の放送となりました。長く続いてますね。はい、すごい数値ですね。はい、今年ね12月なんで今年最後の放送ということでですね、クリスマスソングなんかも流していきたいと思います。はい、この後前半16時30分までは廿日市市国際交流協会のコーナー、その後後半はエイジアンのコーナーでお送りいたします。共通テーマは多文化共生です。はい、ということで、今回のスタジオゲストはイラン出身のカリムさんに来ていただいております。少しカリムさん自己紹介軽くお願いします。こんにちは、はじめまして。これは2回目になりますので、はい、よろしくお願いします。はい、カリムと言います。カリムさんも日本に長くてですね、日本語ももうすごい上手ってね。いや、はい、そこまではないですけど、まあなんとかね、後半でですね、ゆっくりお話聞いていきたいと思います。実はね、私もね実はイラン大好きな国でですね、もう10年ぐらい前なんですけどね行きまして、本当にね料理も美味しい、世界遺産もたくさんある、すごいね人々も親切でですね、好きな国の一つなんで、そこら辺の話も聞いていけれたらと思います。ちなみに、カリムさんは、日本に来てから今何年目ぐらいに？もう12年目ですね。12年目ですね、はい、すごいですね。栗林さんとの付き合いも長いんですよね。長くなってしまったですね、はい、でまたこのゲームこのスタジオでね、最初に、ゲストとしてやってくれたんですよ、最初でカリムさんが。で52回カリムファダウェイ53回目でですね、また出てきたから出演してくださったということですね。節目の年にすごいですね。さらにですね、この前、NHK コネクトの番組もね、あれでもスター登場で最初に出てもらった。後半の方でね、そのコネクトのね、取材の話なんかも、話していただけると思います。はい、それではですね、いつものですね、まずこちらのコーナーに行きたいと思います。廿日市国際交流協会、廿日市全日アラソシエーション。はい、廿日市国際交流協会廿日市インターナショナルアソシエーションということで、前半30分は廿日市市国際交流協会、よりお伝えいたします。2つのコーナーがあります。1つ目は多文化共生コーナーです。多文化共生や在住外国人に関わる気になった記事などを、紹介しております。2つ目はニュースレター廿日市ブロッサムコーナーです。廿日市市国際交流協会の月刊開放誌ブロッサムから特集記事、イベント記事などをお伝えいたします。それで最後にはですね、私の選んだエンディングの世界の音楽をお届けします。今日はですねクリスマス前ということで、世界のクリスマスソングをお届けしたいと思います。はい、それではですね、まず一つ目はですね、いつもの多文化共生の曲を聴いてください。廿日市国際交流協会、多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。尊重し合い、平等な立場で地域社会の一員として共に暮らし、協力し
はい、オリジナルソング多文化共生マルチカルチャリズムを聞いてもらいました。はい、歌詞にもあるようにですね、違いを豊かさとして捉える社会ということで、多文化共生社会ということでですね、それではですね、多文化共生に関わる、記事を紹介したいと思います。2025年11月15日岡山放送からの、インターネットからのですね、記事です。外国人を労働力として期待も課題を共有10自治体集まり意見交換総社市での初の外国人対策会議という記事です。2025年の参議院選挙でも争点になった外国人対策、外国人が多く住む全国の自治体などが集まりさまざまな課題について検討する会議が11月19日総社市で開かれました。24年前から全国で開かれているこの会議、総社市に住む外国人は2194人と岡山県内の自治体でも多く、今回初めての開催地となりました。外国人は人口減少社会の労働力の担い手として期待されていますが、文化の違いなどから受け入れに否定的な声も上がっています。会議では県の内外の10自治体のトップがさまざまな意見を交わしました。千葉県市川市田中市長、これからの日本の縮図が市川市の一角、そこにはイスラムモスクもできている。福岡県古賀市田辺市長の意見は、ラベリングして他の外国人を排斥するのはおかしい、みんなで理解し合って生きていこうという機運を作るのが政治の仕事。そして最後に外国人との共生を目指し総社宣言が採択されましたということで、栗林さん、総社宣言とか今話題になっていますけれど、はい、で総社市ご存知のようにね、結構あれですね、外国人防災リーダーとか非常に活発にされてるんですね。行かれたことは？いや、もちろん行きましたけどね。地震の水害の時はね、そうですね、大変でしたね。はい、だけど広々としたね街でね、ああいうところで外国人がねそんなにたくさん入ってね、いろいろ活動しておられるというのはねすごいな。はい、でそこでですね、総社宣言を少し紹介してみたいと思います。一部抜粋いたします。総社宣言、もはや多文化共生は特定の地域だけの課題ではなく、日本社会全体が身近に考え向き合うべき多文化新時代に入っている。で、次のことを強く、国に要請するということで、多文化共生基本法の制定や多文化共生省の創設、外国人受け入れの将来ビジョンの策定、基礎自治体への強力な財政支援、そしてこう締めくくっております。私たち外国人集中都市会議は共生の最前線で積み重ねてきた経験を生かし、これらの課題を国に訴えるためにもこの組織を全国に広げ、仲間とともに現場の声を国に届け、誰一人取り残されない包摂の輪を広げていく。多様な人々が支え合う力がこの国の未来を照らす希望となる。その信念のもとに私たちは多文化共生新時代を切り開くために共に力強く取り組んでいくことをここに宣言するという、多文化共生新時代ということで、実はねもう新時代に入っているというですねもういわがおうもなくこうやっぱり共生していくというですね、ところに入ったのかなという言葉が出てきました。すごいですね。はい、すごいですね。で、さらにですね、令和7年7月にですね、全国知事会議で青森宣言っていうのが、聞かれたかと思うんですけど、これもですね多文化共生関係者の人の中ではですねすごくですね、進歩的な、これ全国知事会議の中なんですけど、ちょっと少しこれも紹介したいと思うんですけれど、青森宣言からですね、争いよりも対話、異なる意見を尊重し、困難な時にこそ温かい心で誰一人として置き去りにしない地域の持つ日本の原点とも言うべき普遍的な価値や豊かさを実現してきたのが北のマホルバと言われるこの青森の地。排他主義、排外主義を否定し多文化共生社会を目指す我々47人の知事がこの場に集い、対話の中で日本の未来を築くそうしい舞台となったということで、さまざまなですね会議がされたということですね。
ここでですもんね、やっぱりね、誰一人として置き去りにしないっていう、これ国連の SDGs とかでもね、よく聞く言葉なんですけれど、はい、というような話がありました。ね、私もね、特にね、子ども宣言というかね、ああいうね、発想が、日本も批准はしてるけどもね、条約とかいろいろあるんですけど、実際に現場に行って感じることはね、ちょっといろいろ課題が多すぎます。いろんな関係者からも本当に青森宣言、総社宣言も含めて、国も知事も、市長もですね、みんな多文化共生の新時代、新しい時代に向けて、皆が一緒にね、誰一人残されない社会を作っていこうという、そういうお話でした。はい。ニュースレター廿日市ブロッサム。はい、ということで、次のコーナーは廿日市国際交流協会の、開放誌ブロッサムから記事をお伝えいたします。まずですね、一つ目の特集ですね。キッズハロウィンパーティーを開催いたしました。ちなみにこれですね、国際交流協会の開放誌ですね、ここのスタジオの前にも、あと、公民館などにもありますので、見てください。はい、それではですね、キッズハロウィンパーティー開催しました。10月25日土曜日、今年も30人の元気な子どもたちが集まり、キッズハロウィンパーティーを開催いたしました。土曜日の子ども英会話廿日市キッズクラブの子どもたち以外の方もたくさん参加され、仮装してみんなで海外の文化を楽しみました。パーティーはフィリピン出身のカリーナ先生が英語で進行して、ハロウィンに関係する英語単語を学び、それを使ったゲームをして子どもたちは大はしゃぎ、廿日市高校生のお兄さんお姉さんと一緒にのびのびと部屋中を走り回りました。また来年も楽しみにご参加の皆様ありがとうございました。はい、ということでですね、たくさんですね、楽しそうな写真が載っています。もうご存知のようにハロウィンパーティーというとですね、日本ではもう仮装してですね、みんな楽しむという、もうなくてはならない、イベントになりました。なんかされました皆さん。役者がいない役者がいないいいじゃんね、横側の商店街とかではみんなゾンビの仮装してね、パーティーしたりとかですね。歩いてるだけでももう十分仮装してるかも見る人はね、いろんな、私もねいろんなイベントで民族衣装なんかでも着てるんですけど、たくさん持ってるので、あれも仮装といえば仮装なんですけれどはい、それではですね、次ですね、ワールドキッチンということで、ブロッサムの2ページ目には、ね、世界の料理がレシピが紹介しております。はい、一つがですね、こちらですね、2つともですね、うちの職員が、作ったんですけれど、本場中国の水餃子ということで、生地の作り方から、栗林さん中国で水餃子食べられました？そうですね、美味しいですね本当に。で中国人とはね、留学生といつも付き合ってたから美味しかったですよ本当に。いつも作ってくれる。そうですね、で皮から作るんですよね。特に春節とか旧正月の夜になると、もうこの写真にもあるんですけども、山のようにたくさん水餃子を作るっていうね、もう上手なんですねそれがね。男の人も上手ですよ。でもちもちした生地ですね、というような水餃子の作り方、レシピありますので、ぜひですね、皆さんチャレンジしてもらったらと思います。で下はですね、うちの、ベトナムの、相談員の、レシピなんですけど、ベトナム風ビーフシチューということで、普通のビーフシチューにではなくてですね、生姜が入ったりですね、八角とかシナモンとか、ウーシャンフンっていうスパイスですね入る、ちょっとアジア風なベトナム風ビーフシチュー、多分ベトナムはフランスの影響もありますし、中国の影響もありますし、そのようなのがたくさん混ざったような料理じゃないかなと思います。美味しいですね。ちなみに私イランにいた時にですね、トマトのシチューみたいなの食べたんですけど、ね、ああいうトマトなんかもたくさん、トマト違った料理がよくありますね。であとはスープにひよこ豆とかね、たくさん使いますし、あれも本当にねいろんな種類がありますよね、イランには。
はいそうです。ハーブをたくさん使ったねシチューとかですね、野菜、はい、全部ね辛すぎないしね本当に日本人の口にも合うと思いました。はい、得意技は何ですか、カレンさんの得意技作るまあそこまで上手、自分に作るぐらいだったらなんとかします。そうイラン料理が食べられるとこって東京にはあるんですけど、広島にはね留学生会館のイベントとかでねイラン料理が留学生が作ったの、あとサフランのお茶とかね出ててね、ちょっと珍しくてですけど、ほとんどなかなかね広島じゃね、ぜひね呼ばれたらしいですよ、公民館の中でね、料理教室の先生。そうですね、ぜひぜひまた教えてほしいですね。はい、ということでですね、もう一つですね、お知らせをしたいと思います。廿日市国際交流協会からの、イベントのお知らせで、宮島杉之浦地区のクリスマス交流会っていうのがあります。これはですね、12月20日土曜日18時から19時30分宮島まちづくり交流センター杉之浦、参加費は500円です。要申し込みが必要でですね、杉之浦市民センターまたは廿日市国際交流協会にご連絡くださいと言って、これですね、本当に地域の皆様とですねクリスマスを交流、ズンバでダンスしたりビンゴゲーム、フィリピン料理も今年出るということで、いろんなねフィリピンの方、地域の方、子供から大人までみんながゲームをして一緒に楽しむというすごい楽しい、交流会です。これ栗林さんもう本当いつも参加させていただいてね、私らは大体向こうのフィリピン人の子どもたちのね教育支援してたんですけど、国際交流協会さんは成人の方のね柿打ち場で働いてる人たちの日本語教室をずっとやってられて、でみんなが一緒になってねその時は楽しめるから楽しみですよ。そうですね、結構商品がふんだんにあるしね、それで商品を取るなんかね、こうゲームとかするとね、椅子取りゲームとかするとすごい盛り上がるんですね。ベトナム人もね去年はねだいぶ入ってきてましたね。そうですね、もちろんどの国の人でも参加可能ですので、はい、今年もね、楽しみですね。はい、でそのためにですね、杉之浦クリスマス交流会のプレゼント用の寄付も募集しております。ご家庭で有給品とかおもちゃとかですね、服とかですね、夏服の洋服とかも、歓迎ということで、電話メール等でですね、廿日市国際交流協会事務局までですね、お問い合わせの上、持ってきていただければと思います。今結構ねたくさん集まってですね、子どものおもちゃとか本とかですね、本とかも人気ですので、まだ受付しておりますので、ぜひぜひお持ちいただければと思います。そうですね、今年も栗林さん杉之浦は行きたいです。特にね今年はねちょっと特殊な時なんで、柿のね大変不作ということもあってね、皆さんちょっとね柿打ち場で働いてる人がほとんどですからね、心配ではないかなと思いますね。そうですね、日本の事業者もね働いてる、事業者の方もね入ってね一緒にね、これ楽しむイベントなんですけどね、そういったねちょっと大変な時期にみんなでね一つ団結してやってもらいたいですね。そうですね、ぜひぜひ来ていただければと思います。あとはあれですね、先日ですね、廿日市ですね、あとは台湾の桐生市の国際交流来日交流っていうのもありまして、台湾のですね、生徒教員を迎えて廿日市市の中学生との交流、で中国語の通訳もついてですね、廿日市では神楽やですねけん玉を通じて、文化交流したというようなのがありました。廿日市と台湾とね昔から商業のあれですかね、交流があったりとか、私も台湾には留学してたことも旅行も行くので、本当に台湾っていうのはねすごく日本も好きですし、いいところですよね。こういうですね、廿日市とですね、特にけん玉とかね、ワールドカップでも台湾から選手も来てましたね。来てましたしね、こ
こういうさまざまな交流があるのはね、いいかなと国際交流の人がね中心に通訳してくださってね、商店街にまで来てくれて、楽しかったですよ。楽しかったですね。はい。もうちょっとスペースが広かったらいいあでそういうような話もね、ちょっと後半に聞ければと思います。はい。はい、さて、私の担当する時間もいよいよ終わりに近づいてきました。今回お届けしました内容を含め、毎月発行する開放誌ブロッサム廿日市はここ FM 廿日市の情報コーナーや各市民センターに置いてありますので、ぜひ手に取ってご覧ください。はい、最後にお伝えした内容の申し込みや問い合わせ先をご案内いたします。廿日市市国際交流協会、電話 082920-0116、火曜日から土曜日9時から17時となっております。ぜひお問い合わせや皆様のイベント参加をお待ちしております。